今回紹介するのはこちらの本。人を襲う熊遭遇事例です。日本では三家別ヒグマ襲撃事件をはじめ、数多くのヒグマ被害があります。本書で取り上げられているヒグマ被害は全部で7つ。この動画でピックアップする3つの事故はこちら。熊襲撃事故知名度ナンバー2、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の事件。その一撃で右目がポロッと落っこっちゃって、上の歯もなくなりました。畳平駐車場襲撃事故。あなた、耳がないですよ。耳3分の2が欠損、頭蓋骨むき出しになった男性。そして最後に、熊に襲われた後の後遺症について紹介します。それでは始めます。1、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の事件。三家別ヒグマ襲撃事件の次に有名と言っていいでしょう。1970年、3人の大学生が北海道日高山脈でヒグマに襲撃されて死亡しました。どのような事故であったか簡単に説明します。1970年7月、福岡ワンゲル部5人のメンバーは、北海道日高山脈における夏季合宿に向けて地元博多を立ちました。入山後10日目、メンバーはテントから少し離れたところにヒグマがいるのを発見します。最初のうちは、恐怖を感じたものはなく、興味本位で写真を撮ったりしました。しかしクマはだんだん近づいてきて、テントの外にあったキスリング、昔のザックのようなものを漁り始めました。その後何度かキスリングを狙われ、5人はさすがに危機感を覚え、ハンターを要請することにしました。ハンター要請後、テントを設営し夕食をとっている間に、またクマの襲撃を受けました。他大学パーティーと合流しようと移動しましたが、先ほどのクマが背後に。5人は一斉に逃げ出しますが、3人がクマに追いかけられて殺されました。殺された大学生の遺体はどのような状態だったか。ヒグマは推定4歳のメス、体重 130kg ほどでした。このヒグマにより殺害された遺体の姿はむごいものでした。本書の言葉を引用して説明します。1人目、衣服を全く身につけておらず、頭を下に向け、うつ伏せの状態で足を広げ、両手を強く握りしめていた。顔面の右半分は損傷し、頸動脈は切られ、大量の出血のため体は白くなっていた。胸部、背中、腹部には無数のクマの爪痕があった。2人目、衣服は全く身につけておらず、うつ伏せの状態で倒れていた。1人目よりも顔面の損傷は激しく、顔の判別は不可能であった。全身に無数のクマの爪痕があり、腹部はえぐられて内臓が露出し、頸動脈も切られていた。3人目、衣服は全く身につけていない。全身には無数の傷跡があり、顔面左半分が陥没、腹部はえぐられ、内臓が露出していた。致命傷は頸椎の骨折であった。このクマは結局どうなったのか。5人の捜索隊により射殺されました。一斉の銃撃を食らっても死なず、倒れても起き上がり、逃げようとしました。完全にとどめを刺すには20分もかかったそうです。この事故で指摘されたのは、ヒグマへの対策、知識不足です。下山すべきタイミングで下山しなかったことから、クマへの対策が甘かったのではないか。と、当時非難されることがあったようです。今でこそインターネットで簡単に、過去に起きた獣害事例、対策などを調べることはできますが、当時はそれほど環境が整っていませんでした。クマへの対策不足は時代のせいと言っていいでしょう。2、その一撃で右目がポロッと落っこっちゃって、上の歯もなくなりました。畳平駐車場襲撃事故。2009年9月、石井さん、66歳は友人たちと一緒に乗鞍高原に遊びに行きました。畳平到着後、石井さんたちは魔王岳へと向かいました。突然後ろから、クマが出たぞ、という声が上がり、続けて、助けて、という女性の悲鳴が聞こえました。友人が止めるのも聞かず、石井さんは女性を助けるために遊歩道の階段を下り始めました。駐車場に着くと、うつ伏せに倒れている女性の背中にクマがのしかかっていました。石井さんは高速道路のサービスエリアで買った杖でクマを殴りつけようとしました。その時の心境を、
女性が熊にやられているのを見てられなかった、と振り返ります。攻撃を受けた熊は一度女性から離れましたが、次の瞬間には石井さんの前に仁王立ちになっていました。その素早さと大きさに驚く間もなく、石井さんは熊の左前足で頭部に一撃を食らいました。その一撃で右目がポロッと落っこっちゃって、上の歯もなくなりました。激痛のあまりその場に倒れ込んだところを、熊が上からのしかかり左腕に噛みつきます。石井さんは杖で必死に抵抗しましたが、次第に意識が遠のいていきました。石井さんはどうなったの？襲撃後ジープに乗せられ飛騨山脈の病院へ運ばれます。右目は完全に失明、左目の神経も損傷して視力は以前の半分ほどに。今も徐々に見えにくくなっていて、白くもやがかかっているように見えるそうです。娘さん曰く、病院に運び込まれた時のお父さんの顔は人間の顔じゃなかった。よくあれで助かったと思う。お父さんが見たら、きっと気が狂っちゃうよ。噛まれた左腕は骨は砕け、筋も切れ神経もやられて今でも痺れが残るそうです。熊にのしかかられた時に後ろ足の爪が左足に刺さったため、膝の皿がぐらつくようになり、歩くのにも不自由に。石井さんを助けた方も重傷を負いました。熊の一撃によって受けた顔の傷は唇の上から喉にまで達しており、口の周りの肉がめくれ上がって歯が丸見えになっていました。口の近くの神経が切れていて、話をするのに若干不自由に。また、打撃を左腕に受けた際に、細い骨が一本折られました。この事故を取り上げた新聞やテレビの多くは、畳平付近に現れた熊を、石井さんが棒で叩いたり石を投げつけたりして、興奮させたことがきっかけとなって、次々と人が襲われた。というニュアンスでニュースを流したそうです。石井さんの友人は、石井さんが行動を起こしたのは、熊に襲われている人を助けるためだったことを警察に説明しましたが、そのことはほとんど報道されなかったそうです。この事故のせいで、石井さんは大きく人生が変わってしまいました。事故当時一緒にいた友人たちは、負い目を感じて会いに来なくなりました。片目を失い、左腕と左足も不自由になり、好きな山にも登れなくなってしまいました。そして今でも残念に思っていることは、助けようとした女性から何も言ってこなかったこと。一言でいいから、ありがとう、と言ってもらいたかった、と語っています。3. あなた、耳がないですよ。耳3分の2が欠損、頭蓋骨むき出しになった男性。2007年12月、山本さん、45歳は、所属山岳会後輩2人と仙ノ倉山の林道をたどっていました。行動を開始して約2時間後、前方後、6メートル先の藪の方からガサガサという音が聞こえてきました。音の方を見ると、藪の手前に身長120センチメートルほどの熊がいました。わー、と大声を上げようとした瞬間には、もう地面に押し倒されていたそうです。熊はのしかかりながら左前足の爪で何度も引っかいてきました。山本さんは必死に抵抗します。熊が体が離れたなと思うと、あっという間に走り去っていきました。わずか10秒足らずの出来事だったそうです。山本さんの怪我の具合？右側頭部からは出血が見られ、右肩と右腕にも数箇所引っかき傷ができていました。山本さんはヘリポートから救急車で町立病院に運ばれます。そして耳鼻科のドクターの診察を受けている時に、手鏡を渡されてこう言われました。あなた、耳がないですよ。鏡を見て、山本さんは初めて右耳の上3分の2が欠損していることを知りました。襲撃直後は、傷口から頭蓋骨が見えていたそうです。入院は長引きましたが、2週間ほどで退院。右耳は下3分の1だけになってしまいましたが、聴覚や日常生活には何も問題がないようです。5. 熊に襲われた後の悪夢と後遺症について。熊に襲われると重傷を負うだけではなく、精神的にも大きな傷跡を残すことが本書で確認できます。右目を失明してしまった石井さんの場合、今でも時々夢を見ることがある。真っ黒い大きなものが大きな口を上げて襲いかかってくる夢だ。恐怖で飛び起きると全身が汗でびっしょりと濡れている。
眉間に一撃を食らった男性の場合、動画で詳しく紹介しませんでしたが、2014年9月、奥多摩、川乗山で34歳の男性が熊に襲われる事故がありました。男性は下山中に熊と遭遇。眉間に一撃を食らい、鼻が粉砕骨折、目と目の間の筋肉が切断されました。2回手術を行いましたが潰れてしまった涙管は元には戻りませんでした。普通だったら鼻の方に流れていく涙が流れていかず、わずかな刺激を受けただけで目から涙が溢れ出てきてしまうようになりました。この事故以来、寝ている時に無意識的に布団を蹴飛ばし、目が覚めることがあるそうです。以上、熊に本気で攻撃されたらどうなるのか、でした。本書の詳細は概要欄にて。ご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。